にちは、ダイアリー11のちえです。今日は出曲げてに住む日本人のご家庭にお邪魔しています。倉持裕太さんと奥様の沙織さん、長女の千歳ちゃんと次女の瑞希ちゃんです。一家は2023年の4月に日本からフィリピンへ移住してきました。日本人にはまだマイナーなフィリピンの地方都市出曲げ。でも実は近年、親子移住や親子留学の人気都市として徐々に有名になってきています。今回はフィリピンをとことん楽しむとっても素敵な倉持家の出曲げてライフを紹介します。午前6時、倉持家の朝は裕太さんの包丁を研ぐ音から始まります。毎日3食の食事作りは裕太さんの担当です。すごい、ちゃんとパジャマめよせーの、いただきます。モリンガパウダー。モリンガパウダー。もともと多分鉄が足りない体質で、これがスーパーフードだということで初めて。1パックで230ペソ。その辺に生えてる。そこら中で生えてるからね。取ってるよね、みんなフィリピンの人ね。まず小学生の千歳ちゃんが学校へ向かいます。学校までは裕太さんがバイクで送ります。出曲げてでの通学はこのように大人による送迎が必要な場合がほとんどです。一方、家では沙織さんが洗濯機を回します。掃除と洗濯は沙織さんの担当です。掃除はこちらのお掃除ロボットが活躍しています。これ出曲げてきて一番買ってよかったものぐらい結構いいよ。これは電撃殺虫ラケット。虫除けスプレーも必需品です。千歳ちゃんから30分遅れて次女の瑞希ちゃんが幼稚園へ出発します。小学校と幼稚園では結構時間が違うので、倉持家の場合はこんな感じで1日2往復の送迎が必要です。学校は、基本的にその家から近い方がいいっていうようなちょっとアドバイスをいただいてまして、まず家を決めて、で家から通える範囲の学校にこっちに来てから見学に行って決めたっていうような感じですね。裕太さんは瑞希ちゃんを送ったその足で出曲げてのパブリックマーケットへ向かいます。ここでは肉と魚を購入。一方、沙織さんは別のファーマーズマーケットで野菜や果物を購入します。ここもやしも売ってんだ。いいですよ。初めて食べました。102ですよ。安い、確かに安い。めっちゃかかったんですよ。食材は日本のようにスーパーでも買えますが、出曲げて在住の日本人はこんな風に市場で買う人が多いです。その理由はスーパーの方が高いですね。値段も市場の方が安くて鮮度がいい。買い物が1箇所で済まないのは不便でもありますが、こうやって市場を回って新鮮でお得な食材を探すのは楽しくもあります。1円も狂いなく毎月いくら使ってるかが出してます。すごい。じゃあもう生活費完全に完全に把握してますね。食べ物と、レジャー、ガソリン系、すごいですね。フィリピンが安いのは人件費、家賃、学費もそうだし、国はダントツ。その3つがすごく大きい。外食もやっぱり日本に比べたら安いかなって。3分の1ぐらい、3分の1、2ぐらいじゃないですか。カリビリアとかだと確かに3分の2ぐらいかなって感じですかね。高いものは紙類高くないですか？トイレットペーパー、ティッシュペーパー、洗剤とかシャンプーとか、あとお薬も結構ちょっと高いなって思いました。薬が高いね。食材なんかに関しては日本よりちょっと安い。ちょっと安いかな。魚なんかはやっぱり結構安く
て、肉も 100g70 円とか、まあ、骨付きですけど、なのでやっぱ日本よりかは安い。市場から戻ってすぐ、ゆうたさんは肉と魚の下ごしらえをします。ゆうたさんと入れ替わりで、今度はさおりさんが長女の千歳ちゃんのお弁当を作ります。フィリピンの冷凍食品。あ、そうですそうです。あとナゲットとか子供が好きなやつ、こっちはやっぱり毎日作らないといけないので、それが大変ですね。日本のお弁当が結構面白いみたいで、このシリコンカップとか何これみたいな、先生も含めよく見られる。みずきちゃんを迎えに行くと同時に千歳ちゃんへお弁当を届けます。送るのはゆうたさんの担当でしたが、お迎えはさおりさんの担当です。一方、ゆうたさんは昼食作りを始めます。今日のメニューは今朝市場で買ったばかりの豚肉を使ったとんかつです。おいしい。昼食を食べ終わったらやっと一息。千歳ちゃんのお迎えまでは各自リラックスタイムです。日本と違い送迎やお弁当が必須なこともあって、午前中は大人2人がほぼずっと動きっぱなし。そして倉持家の場合は家事や育児のタスクが夫婦でしっかり分担されていて、とても効率が良さそうです。なんでフィリピンに家族移住を。海外旅行がすごく好きで、でもやっぱり英語があんまり得意じゃなくて、親の英語じゃないですけど、子供はなんとかこう英語が喋れたり、嫌いにならないで欲しいなと思って、決め手だったのは、もともと私が将来いつか生きてるうちに一度ぐらいは海外に住んでみたい、老後の目標みたいなの持ってたんですけど、その年齢になった時に親が全員元気かとか、自分の体調も元気であるかとか、逆に行ける時に行った方がいいんじゃないかって言われて、その時行けなくて後悔するより行ける今に行っちゃった方が、やってみようみたいな。会社からはなんで今なんだようやくこう任せる年齢になった時に、お前はなんで辞めるんだって。ワンさんの方も直前まで働かれて。そうですね。お仕事は何ですか。美容師やってました。ゆうたさんの方の仕事は現場監督です。建築系。だけども、作るにあたって職場に退職願いを辞めるのにはなんかこう抵抗とかなかったり。いや、全くなかったです。僕はもうフィリピンでこう夏休みを満喫できるというか、よし辞めるぞっつって辞めてきましたね。さんの方は手に職なので、割と戻れる職業かなとは思ってるので。ゆうたさんの方に戻ろうと思えば戻れますね。すごくいい会社というか、いつも戻ってきてっていうような話にはなってます。一応戻れる感じがあるっていうのは割とこう来やすかったかもしれないですね。なるほど。お家はどうやって探されたんですか。コーディネーターさん、助け人さんにもお願いして、こちらの希望とかですね、で探していただいて、家賃でどれくらいなんですか。月18,000ペソですね。そうですね。家具付きですね。扇風機から冷蔵庫とか、全部食器までついてたんで。初期費用は結構安く済んだ。デポジットが1ヶ月分でした。そうですね、1ヶ月です。経費そうですね。24時間。ここは本当に便利で、ストックしてくれてるんですよ。ああ、もうこのアパートで。アパートで水もそうなんですけど、じゃあ個人で契約しなくていいんで個すね。人で契約しなくていいんですよ。だからすごく楽ですよ。46,800ペソ。安い。2022年モデル8,000キロだったから、これはすごいお買い得でしたね。ローンで払えなくなった人がこう差し押さえられたやつらしいです。なんかそういうのを探すのが好きな方がいて、2022年モデルのあったよってじゃあいいですってその日買いに行きました。そうですね。学費はおいくらなんですか。5ペソくらいだと。ぐらいプラスちょっと教科書代とかが小学校別で1万ペソぐらい。雑費がね結構あるんですよ。行事がとにかく多いので、衣装指定とかがちょこちょこあって4,000円ぐらいはなんだかんだ毎月20万いかないぐらい。ぐらいはいかないかなと思いますね。外国と自炊の割合ってどれくらい。
週1するかしない今はそうだね、すごい減ったね。食べに行ってる回数が多かった時はやっぱ12万ぐらい、ビールとかも全てカフェとかもそうですし、全部込み込みにして10万円で今は収まってるぐらいですかね。こちらに来てからも何かお仕事はされてる？そうですね、日本の企業から建築系のその図面の仕事をちょこっとだけもらって細々とやってます。じゃあリモートでリモートですはいこちらでの生活の安心そうですね。香織さんとしても安心材料っていうか。いや安心ではないです。安心、はいもっと働けって言わ最初は多分貯蓄は切り崩す覚悟でもちろんしているので、でも思ってたより少ないなみたいな。大体月5日ぐらいそれでなんとか生活してます。できてない。そう、完全にマイナスで。マイナスですね。話し合った結果、1年ぐらいはちょっとこうゆっくりやりたいと。日本でずっと今までしっかり働いてくれてたので、働かなきゃいけない期間が50年あったとしたら、1年ぐらいねこうゆっくり休んでもいいのかなと思ってあと3ヶ月ぐらいですね。本当に終わるかは分かんないですけどね。あれ？休みたいわけですよ。これよく言うんですよ。仕事好きなんだもんね。仕事嫌いじゃないです。すごい言う。これをアピールしてくる。来たばっかりもう第一印象みたいなのって空港を降りて初めてトライシクルに乗った時にもうなんかジェットコースターみたいなすごい楽しかったですね。アトラクションみアたいな。トラクションみたいな感じだったね。街並みも新鮮っていうか日本の風景とは全然違うのでこういろいろ前もって聞いてるの停電が例えば多いスーパーが遅いとか30分はかかるよとか住んでみて最初の頃思ってたより逆にいい30分は待たないなとも思いましたし停電も来てますけど思ってたほどでもない。何でも揃えようと思えば揃えられるしオンラインショッピング使えば、何でもちょっとお金かければ本当アマゾンも届くのでそこまで不自由はしないかな。全然快適ですよね。結構いろいろと日本人の方も紹介していただいてエージェントの方がちょっとつなげてくれたりとかっていうご縁でここに子供が行ってたりすると情報ゼロって結構厳しいかなと思うので去年のこのイベントはどんなでしたかってやっぱ聞いたりとかもできたり分かんないことあったら結構気軽に聞ける日本人の方がすごく気軽に聞けますね。でもいろんな人がいるからね面白い。中にはコミュニティに入るのが苦手な方は多分いらっしゃると思います。ちっちゃい町なので地元とかに比べるとどこ行っても結構顔合わせがそうそう生まれてよく不倫できないとか言いますそうですね。デートする場所がないあとフィリピンに来てこう詰めてる人って言ったらあれですけど適応できるタイプの方たちなのかなと思ってたくましい。たくましいみんながたくましいしお話聞くのも面白いしね。日本に行った時には出会えなかったような人たちと出会っていろいろ刺激があるっていうのももしかしたら出負けている意外なそうですね。本当そういう魅力の一つだと思いますね。普通にトラックを運転してるすごいね。フィリピンのお化け屋敷。いやー怖い怖い。移住してからいくつかブームがあったと思うんですけど、はいはい、まず最初はタホって言いながら売りに来るタホおじさん最初4つとか買ってた家族分そしたら買ったら今まで全く来なかったので次の日もその次の日もずーっと来るんですよね。3ヶ月ぐらいほぼ毎日ほぼ来たね。毎日家の前でずっとタホー言う買わからないともう行ってくれタホだっつって
そうです。毎日はちょっとってなってちょっと断り始めて今日はいいよって、そしたらようやく諦めてくださって。カホの次はベーコンだね。買ってたんで最初ね。そうなんですよ。値段が結構高くて、なんかいきなり作ってみようかなみたいな。そこから始まりました。始まりましたね。ベーコン次魚部分ですね。今まさに今中のがそうですね。パブリックマーケット。パブリックマーケット。熊本一番の観光名所といえばパブリックマーケット。昔から住んでる方、チャンゲっていうのはドゥマゲテを感じられる場所ですね。あれがドゥマゲテだよ。大好きだよね。好きだよね。楽しいよ。せっかくなので馬毛手のパブリックマーケットをゆうたさんに案内してもらいました。ここの店は骨が1本だけなんですよ。あ、すごい綺麗。だいたい値段は219ペソ。値段があそこに書いてある。はい。骨を抜きやすい。他だと骨が2本ついてたりするんですよね。今日は結構いいサイズが。カマロン。柔らかくないやつがいいです。柔らかくない方がいいんですね。お腹と。今日結構大きめのサイズなんで。あ、今日大きいんですね。今回のサイズがあるとすごい嬉しいんですけど、テラピアですね。あ、テラピア。わあ。マヤマヤがないですね。マヤマヤも美味しいですマヤか？マヤ美味しいですね。大体360ペソぐらいキロで。マヤマヤ買うならここの店がある。マヤマヤ買う家族がいるんですよ。そうなんだ、マグロいつも大体マヤマヤ。店によって別に血抜きの仕方が違うっていうか、血がこうべったりバーってなってる魚と綺麗なところは本当に綺麗です。1キロベーコン用ですか？ベーコンちょっと脂身がある方がベーコンだと美味しいです。OK。お、すごい、ジャスト。すごい。豚肉は320ペソぐらい。ああ、でもやっぱ安いですね、市場が。ずっとなんか280から300ぐらいだったんですけど、最近なんかちょっと高いですね。最近上がっ最近上がってる気がします。肉系はやっぱ朝早い方がいいですね。その解体してですぐおろしてっていう感じなんで、8時とか。じゃあ魚よりちょっと早めって感じですか？そうですね。魚はやっぱ9時過ぎとかの方がいっぱいあるんですけど、最初から置いてあったやつで、このレバー包丁ですね。日本から送ってもらったやつで、これがもう普通の三徳包丁です。中戸とあと粗いやつですね。はいはい。でこっちが直すやつ。それやんないとこうなっちゃうんですよ。真ん中が削られてきてこう水平にならないんで、一回一回こう研ぎ直すっていうのをやってます。買ってその日でほとんど買ってます。じゃあ新鮮ですね。いやもう本当に新鮮ですよ。常温で置いてあるからちょっと最初抵抗はあったんですけど、見た目もやっぱすごい新鮮ですし、食べてみても本当に美味しいし、やっぱ主婦ってあれじゃないですか、次のご飯を考えてるじゃないですか。はい。研ぎながら明日の夜ご飯何しようかな。主婦業をやるのはフィリピンに来てからが初めてでした、ね。そうですね。ほとんど妻がやってくれてたんで。どうですか？こっち来てからやってみて。いや超楽しいですね。魚さばいたりとかっていうのはさすがに今までなかったんですけど、やってみたら本当に楽しかったです。油を塗ると錆びない。錆びないです。包丁にとっていいのか悪いのかちょっと分かんないですけど、そういうのってどうやって情報を調べてるんですか？ほぼほぼ YouTube です。ベーコン作りの工程も見せてもらいました。まずお肉をつけるソミュール液を作ります。塩、胡椒、バジル、ローズマリー、そしてお水を入れて火にかけます。次に市場で買ってきた豚肉の皮を取り除いてフォークを刺して穴を開けます。本当は先に冷蔵庫で1日程度寝かせておくと身が締まってより簡単にできるそうです。お肉をジップロックに入れて先ほどのソミュール液で浸します。こ
この状態で冷蔵庫で4日ほど漬け込み、その後ソミュール液から出して冷蔵庫で1日乾燥させます。乾燥まで終わった状態のお肉がこちら。これをこちらの鍋を使って燻製にします。日本のダイソーで買った桜の木のチップを飯盒に入れて鍋にセットし火にかけます。数分待ってからお肉を乗せた網を上にセットします。油がチップに落ちないよう網の下にアルミホイルも敷いています。温度計をセットして蓋を閉めていぶしていきます。白い煙が上がってきて桜の木の甘い香りが漂ってきました。チップは10分程度で燃え尽きてしまうので、その都度新しいものに交換します。これを弱火で温度を一定に保ちながらお肉が適度に色づくまで続けます。今回は約1時間程度でいい感じの飴色に仕上がりました。よく売ってるベーコンだともうカラッカラに乾いてるんですが、短時間なんでジューシーさを保ってそうですね。すごく美味しそう。こんな自家製ベーコンが家で食べられるなんてとても羨ましいです。午後4時、沙織さんが千歳ちゃんを迎えに行きます。運動を兼ねてお迎えには徒歩で行っているそうです。そして帰り道での2人の日課が、露店によってスナックタイム。安いじゃないですか。確かに安いし美味しい。びっくりしました。自分が子供の頃は駄菓子屋さんとか的には思い出で、今の時代なくなってきてるじゃないですか、日本でも。こっちでなんかそういう買い食いみたいなのを私が教えてやってるというか楽しいなと。234円全部で、もう本当に申し訳ないぐらい。フィリピンの食べ物でどれが好き？ダイナマイト、チーズスティック。チーズスティックも好きなんや。クックしょっぱいのが好きなか。逆にこれちょっとあんまり好きじゃなかったなみたいなのある？シニが酸っぱいもんね。日本の食べ物で食べたくなるのある？寿司あとサイゼリヤのたらこパスタ。サイゼリヤがあればいいのにね。本当。フィリピンに来てから一番大変だったことは？タガログ。タガログね。最初さ、言葉分かんなかったんじゃない？全く分からなかった。すごいな。全く分かんなかったけど友達になれたんだね。人に喋ってたら友達になれた。みんな優しいですか？一番仲のいい子は誰ですか？あやな。あやな。みんな仲いいんだよね。スリランカ人に韓国人にアメリカ人にフィリピン人。わお。フィリピンに行くって決めて、はい、お子さんたちに伝えた時ってどういう反応でした？いやもう行きたくない行きたくない何しに行くの？来てからもやっぱり嫌だ嫌だっていうのはあったんですね。友達と離れたくない、あとは言葉がやっぱりわからないから嫌だ、本当に無理だったら、適応できなかったらまあ帰ってくればいいかなみたいな感じで、でもやっぱり行く前はちょっと不安はありましたね。いつか分かって感謝してくれるだろうということで連れてきて学校に行き始めて友達ができて、もうそしたらもう一気に楽しい、言葉が分からなくても大丈夫なんだっていうのを多分本人が分かってて、それでもう嫌だっていうのは言わなくなりましたね。やっぱり友達の力ってもうすごいなって感じですね。外国人だからなんかちょっと馴染みにくいみたいなことってあんまりないんですか？本当それがフィリピンの子供たちだけじゃなくて、フィリピンに来てよく感じますね。この日本人だからとか何人だからっていうのがあんまりないように感じます。フィリピンの人ってここでも本当同じみたいで、そういうのが本当なくて、とにかくフレンドリーですよね。皆さん優しい。で今ではもう普通にこう会話してるのを見て、うわすごいなと思いましたね。本当にすごいなと思いましたね。次女の方はメンタルが強すぎてそんなに嫌がってもいなかったし、学校始まっていやいやとか、そういうのもなかったので心配はしてなかったんですけど、自分一人で完結してしまうっていうんですかね、一人で遊べちゃう、友達とこうワイワイしなくても楽しめる感じなので、正直長女よりかは英語は上達はしてないなっていう。やっぱり多分友達と遊ぶのが
大事なのかなとかちょっと感じましたね。時間も違いますけどね、キンダーなんで午前中で帰ってきてしまうので、何歳のタイミングでこう語学留学に来るか考えると思うんですけど、幼いほど多分耳はいいからその発音とか良くなるんでしょうけど、半日だけって考えると、まあ、小学校から来てもいいのかなっていうのは長女を見ててそれはちょっと思いましたね。やっぱ早ければ早い方がいいのかなって思ってたんですけど、まあ、そういうわけでもないのかなっていう気も最近はしてます。沙織さんと千歳ちゃんが帰宅すると、ゆうたさんが夕食作りを始めていました。メインの食材はパブリックマーケットで買ってきたイカと、先ほど燻製にしたベーコンです。もうちょっと油が少ないところを変えたらテイスト、いつもこれかなって買うんですけど、なかなか似合わないですね。感想はか日本からのイカの中に魚が入ってるよ。自分と同じくらいの魚食べてんじゃん。倉持家のご飯はフィリピン米ともち米を2対1でブレンド。この比率だと日本人好みのちょうどいい粘度のご飯に炊き上がるそうです。うまい。おいしい。お。サラダどうですか？美味しい。めちゃくちゃこれ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。こちらの夕食、この後私もごちそうになってしまったんですが、もうめちゃくちゃ美味しかったです。夕食後は子どもたちの勉強タイム。学校の宿題やテスト勉強に加えて、日本の学校の勉強も沙織さんが教えています。もともとフィリピンには千歳ちゃんの小学校卒業までの予定で移住してきた倉持家。日本に戻った時に子どもたちが苦労しないように、日本での勉強も最低限フォローしておきたいという考えです。こうして倉持家の一日が終わります。休日はどんな風に過ごされてますか？最初の頃は出かけるというか、今まで行かれたところをホール島と四季ホール島の旅行に10日間ぐらい、まずツインレイク、カサロロ、キャサロロフォール、レッドロック、レッドロック、温泉、フランクバあ、そうですね、バイスの、ドルフィンウォッチあ、そうですね、ドルフィンウォッチング、そう山によく登れる山をグーグルマップとかで探して、パンカックタウン、パンカックタウン、パンカックタウン、ハディックピーお気に入りの山です。レッドロックの裏の雨の中みんなで行ったハイランズコーヒーの裏にあるスレイの山、頂上が分からず迷って諦めて帰ってきましたけど、もう一つなんだっけ、なんとかピーク、たどり着けなかった、あそこもたどり着けなかった、たどり着けなかった。分岐の看板も何にもないから一応登山スポットではあるらしいが、そうですね、何もない、その入り口とかも入り口も看板ないです。ここから入り口にセブ島にも行かれてましたよね。あ、そうですね、そうですね、モアルボアルとオスロブスミロンスミロンと、根室と一緒にされましあ、そうですそうですね、家族で、レンタカーで、そうですね、ネゴストをうん、一周しました。た。馬毛て移住組の中でも相当アクティブなお子さんお二人いらっしゃって、でも全然そうなってた。もう子供の意見はね、聞いてないよね。そうですね、なんか親が行きたいところに連れていくっていう。親のエゴで連れてってるとかっていう意見もあると思うんですけど、まあうちは親のエゴでもいいと思うんですよね。親で楽しんでる姿を子供に見せるっていうのもすごい、それはそれでいいんじゃないかなって。対決ね。センキューさー。響いた響いた響いた。
杉マせーの。ーム気持ちいいでしょ気持ちいいでしょビールビールその他ありますか？その他ビール飲みたい以外ありますか？あります。おかしいやろ。おかしいやろおかしいやろ。今まで行ったとこで一番好きだったとこはどこですか？フィリピンで。うまみ。あご姉妹がされてるパコロドの。あ、なんでうまみ好きなの？一番日本の味がしたから。すごいね、そうなんだ。お店以外だったら？でっかいプール。ポートロイヤル。ポートロイヤル、やっぱポートロイヤル子供に立派だな。プールがあって Wi-Fi がなくてキャンプみたいになったところ。観覧温泉のふもとあたりにあるグランピングおお、みたいな。何が良かった？プール。プールと食べ物じゃあれば生きられる。フィリピンで一番好きな食べ物は？タラコファッああ、なるほどね。じゃあフィリピンで今まで行ったところで一番好きなところは？恐竜のか。おいらね。なんでそんな恐竜のとこ好きなの？血がダラダ出る血がだから出るから。から。一番好きなカフェは。うん。水木好きなカフェあるじゃん。何？いちごクロワッサンのとこじゃないサイゼリア。の？日本。子供はカフェが好きなの。本当におしゃれカフェがあるんですよね。これ結構ポイント高くないって思うんだけど、日本に比べたらまだちょっと行きやすい価格帯っていうのもやっぱあってちょこちょこカフェ行こうとか言って家族でハニートースト。はい。ハニート美味しくないですか？美味しい。大きくてびっくりしました。これもいいところなんですけど、フィリピンでお持ち帰りが許される。確かハニートも一人だと食べきれないんですけど、はどうして持ち帰らせてくれるの？確かに私たちはすごい楽しめてるんですけど、公園とかがやっぱりちょっと日本の公園とかをイメージしてくると弱いというか、子供を遊ばせるところが圧倒的にやっぱ少ないので、そこはなんかもうちょっと楽しめるものが増えると、まあより居心地は良くなるのかなとは思うんですけど、自然がやっぱりここの島の売りというか、ここからね30分ぐらい行けばもうサンゴ礁の海があれば本当に最高だよね。最高だね。すぐシュノーケルで花が見れるとか、山も私たち日本に行った時からちょこちょこ登ってたんですけど、やっぱり日本の景色とは全く違うここならではの良さというか、素晴らしい登山の風景。後日倉持家の山登りに同行させてもらいました。レンタカー屋でレンタルしたこちらの四駆に乗って向かいます。美味しい。出曲げてから約1時間南下して、その後山側へ進んでいきます。途中からはなかなかのオフロード。これは確かに四駆じゃないと厳しそうです。階段。でかい。10トン。でかい。かなり高いところまで登ってきました。もうそこで止めます。ここで車を止めていよいよ登山スタートです。こちらで入山にあたってのサインとドネーションをします。あとはこの一本道を頂上まで登っていくだけです。道は比較的なだらかで、トレッキングポールなどの装備がなくても気軽に登れます。出曲げて周辺のいろいろな山を登ってきた倉持家曰く、ここは子供でも登りやすい一番おすすめの山だそうです。
こえるのは風の音と鳥の鳴き声だけ。道中の景色も素晴らしいです。歩き始めて約40分。頂上に着きました。いやもうやばいっす。標高990メートルのナハンディグピーク。海側は小さなアポ島とその奥に大きなミンダナオ島を望みます。そして陸側にはネグロス島のダイナミックな山々が連なっています。この頂上の先にも稜線に沿うように小道が続いています。まるで天空の桃源郷のような本当に幻想的な世界です。フィリピンのペニープーケットとかこの南国特有の感じ、サトウキビ畑だったりココナッツの木が生えてたり、日本の山好きな人だとまた新たなあれで結構ハマるんじゃないかなっていう。2024年1月現在、ゆうたさんの最新のブームはサイクリングだそうです。ハイパーマートで買いました。早速たくさん乗ってますか。3番ギターまで往復62キロ。太ももが何度剥がれそうになったことが。楽しみですね、これからまた新しい国が何が来るのか。でも4月から働くからね、ここまで自由な休みみたいなのはちょっとなくなるかな。逆に仕事ブームが来るかもしれない。ああ、ないな。倉持家のとっても印象的なところは、親であるゆうたさんと沙織さんが異国の人々や文化に対して壁を作らず、現地での生活を思いっきり楽しんでいること。そのポジティブな姿勢がお子さんたちの元気でのびのびとした様子にもつながっている気がしました。きっとこれからもドゥマグテ周辺やフィリピンの魅力をたくさん発掘されていくに違いありません。